皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。反応実験を行っているとき、検討中のシステムが条件を変えたらどのように変化するのかわからなくなることがあります。このような疑問は、さらに実験を行えばおそらく回答が得られると思います。しかし、正しい答えを推測できる能力を身につけることが大切です。そこで今回は、私が水処理装置の開発中に抱いた疑問について考えてもらうことにします。反応実験系は至って簡単です。容器内の化学物質を含む水溶液、すなわち反応液が一定の流速で反応器へ供給され、処理が終わった溶液は再び容器へ戻されます。容器内の水溶液は十分に混合されており、化学物質濃度は均一です。反応器は一定の長さを持つ円環から構成され、この中を流れていくうちに化学物質は分解されます。したがって反応液の流れ方向に化学物質の濃度分布が生じています。このような反応装置のタイプを回分循環式と言います。最初に、システム全体は初濃度 C0 の反応液で満たされています。時刻 t=0 においてポンプのスイッチを入れ、反応液の循環を始めます。循環流量は V1 です。その結果、図のようなデータが得られたと仮定します。反応物濃度は C0 から徐々に低下し、最終的に0になっています。ここでは簡略化のため、容器と反応器をつなぐ管内の液体積は、容器と反応器内の液体積に比べて十分に小さく無視できるものとします。このような実験を行っているとき、私は一つの疑問を持ちました。反応物濃度をもっと早く減少させるには、すなわち分解速度を増加させるには、循環流量 V2 を V1 よりも大きくした方が良いか、それとも小さくした方が良いかということです。循環流量を小さくすると、反応液が反応器内に滞留する時間が長くなり、反応物はより多く分解されて出てきます。これが容器に入ると、反応物濃度は大きく低下するように思われます。一方、循環流量を大きくすると、容器中の反応物は反応器内に入る頻度が高くなります。これにより、容器内の反応物濃度は早く低下するように思われます。この疑問、皆さんもどちらにすべきかを考えてみてください。また、理由も考えてみてください。答えは次回の動画で述べます。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。